こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、実は密かにメガタイガへの挑戦が楽しくなってきたと、白状します。なかなか見つからない割に元気ね。実のところ私もうすうす、バイオーム分布にかなりのムラがあることには気づいていたんですよね。しかし昔偉い人が言っていたように、若さゆえの過ちというのは認めにくいものです。せめて実在の人をあげなさいよ。でもすでに地図45枚を駆け抜けた今、メガタイガをかなりの好敵手と認めざるを得ません。それで徐々に、中火くらいには燃え上がってきた感じです。ちょうどいい火加減ね。焦げつくと企画そっちの消して挑みたがるし。さて前回は新たに地図が4枚増えました。建築材については TNT の収集が完了したので、あとはポドゾルとディスペンサーだけです。踏破隅予想のバイオーム量は変わらずで、次の建築ターンまでの不足数はこんな感じとなっています。雲の糸も微妙に集まってきているわね。さて、山岳拠点でせしめた鉄鉱石の精錬がやっと全部終わりで、ついで牛肉は焼き上げればステーキちょうどワンスタックです。石炭を無駄遣いしても精錬時間を削りたいのね。早く探索に出向きたいし、もはや石炭は余剰気味なんです。で、焼き上がりを待つ間そわそわしていたら、アカシアの木の陰で私を優しく見守るエンダーマンに気づきました。なんだか心配そうにしています。いつの時代のネタしてるのよ。なおここで、私はいかなる球団の回し物でもないことだけは弁明いたします。まず疑われてからよ。さて出発準備が整い、メガタイガへの挑戦の再開です。インベントリはいい感じに整理できてきたし、気合い入れていきます。ない。いやうっかりエンダーチェストに、も入ってない。嘘。今近くで落とした？いやでも、そもそもゲーム再開から今まで構えてもなかったです。つまり、シルクタッチをうっかりなくしたのね。そういうことのようですが、身に覚えは皆無です。さて、動揺しながら落ち着いて考えると、問題は2つに絞れます。いつどこで紛失したかと、今何をどうするかです。それでひとまずエンダーチェストに詰めるだけ詰め込んだのね。で、前回の最後にシルクタッチを使ったのは、溶岩の罠を仕掛けた砂漠の神殿だったような。お宝を回収した時ね。そして確かこの砂漠に神殿がありました。もし神殿のお宝にうっかりシルクタッチを入れていたなら、片道 1.5 キロほど、十分取りに戻れる距離です。でも今、溶岩の罠が仕掛けられているわよ。で、シルクタッチの旅は出発30秒で断念しました。確か溶岩を仕掛けた神殿を後にしてから、もう一つ神殿見つけてたんですよね。つまり、地図の砂漠はゾンビ越えでスルーした神殿の方ということね。そして戻ってきたら二次災害発生です。今度はエンダーチェストが見つかりません。本当に何をやっているんだか。なお正解は、この木の葉っぱに隠れていたようです。登って眺めたのが無駄だったのね。まあその後なんとか見つかりましたが、どの道探す意義がほぼなかったです。黒曜石8つ回収してインベントリが埋まっただけね。シルクタッチをここで作り直すことも一応考えたのですが、本棚とラピスの準備が辛いです。ところで結局、シルクタッチはどこでうっかりしてたのよ。プレイ終了後に前回の収録データを調べてみたら、まるで想定外でした。さてシーンは前回の、砂漠の神殿に溶岩の罠を仕掛けて、その翌朝ゾンビ肉を拾ったところに遡ります。その40秒後に、ドロップ品をエンダーチェストにしまっていました。つまりシルクタッチを使ったのはここが最後だったのね。さらに10秒後、お池にはまって大変してから、サトウキビ手前でシルクタッチの配置を変えました。今なんか一瞬飛んだ？まあラグさんの仕業です。飛んだ時間の前後で時計は動いていないので、収録ソフトが拾えなかった時間は短かったはずです。でもまあ、き
ちんとインベントリにシルクタッチを置いてから移動したのは確かだったわね。さてサトウキビからプレイ時間で3分、8倍速だと20秒ほど後に、再びインベントリを開きました。シルクタッチがないわね。なお、移動中の収録データは注意深く見たので、時間が飛んだのはサトウキビ手前の時だけなことは間違いありません。確かマイクラは、クライアントとサーバーに分かれていたはずです。ラグさんの暗躍でそこにズレが生じたんだと想像しています。つまり、見た目通りにシルクタッチをインベントリに置いたのが、サーバーには記録されなかったということね。さて紛失事件はここまでで、最近イカが妙に気になるようになりました。以前まではほぼ関心なかったのですが、海にはこれだけのイカが泳いでいるのに、飛ぶイカはほんと珍しいんです。今回のプレイでも、結局飛んだイカはこの1匹だけです。でも1匹は飛ぶのね。さて、エンダーチェストが使えなくなった以上、インベントリの空きにますます余裕がなくなりました。早めにメガタイガを見つけないと、ボドゾルを4スタック持ち帰れないなんてことがありえます。地図だけならなんとかなるの？多分ギリギリです。まあシルクタッチを失った動揺が大きいですが、こういう時は慎重になりすぎるに越したことはありません。気をつけないと、落下して全部失うなんてこともあり得るんです。なら気をつけなさいよ。さてこの地図はタイガは出が良さげでしたが、メガタイガはやはり相変わらずです。サクサク通り抜けて地図47枚目に差し掛かります。なお、次の地図47枚目でもしメガタイガが見つかれば、ピラミッド拠点に東一直線で帰れて非常にありがたいところです。今回の遠征では次の地図が折り返し地点ね。で、8分後に早くもまたタイガを見つけましたが、まあ相変わらずの状態です。一応くまなくタイガを探索したらどこかにあるかもしれないけどね。それやるとタイガ一つで1時間はかかってしまうんです。と、ここでゾンビ肉を拾うわけにはいきません。さて2分ほど進み、タイガを抜けて左に折れ曲がったら山岳が見えてきました。ただし、折れ曲がる方向を間違えたようです。まだ動揺してたのね。さらに6分後湿地に入りましたが、もしウィッチの小屋を見つけても植木鉢をガン無視する所存です。まあ幸いにして見かけませんでした。さっきから聞いてると、ひょっとしてシルクタッチなしでも差し障りないんじゃないの？そんなことないです。特にゾンビ肉なんか、個数集めるとエメラルドと交換できて、それだけ企画が進むじゃないですか。お店ポイントを見逃す気分なだけでしょ。さて、まあ案の定走り抜けただけで、地図48枚目に入ります。やはりメガタイガは立ちはだかった壁のようで、楽に拠点に戻りたいとか甘かったんです。挑む覚悟はできたようね。でも、やはりメサと比べれば生成されやすいと思うのですが、どうなのでしょうか。そして15分後、48枚目ではようやくタイガを見つけました。2箇所生成されていたので、手間のかからない程度には両方確認しておきます。まあメガタイガの気はなさそうね。で、その2分後に、なんとも言えない浮遊した木を見つけたのですが、時々見つける浮遊したワンブロックから生える木よりも、断然惹かれてしまいます。なぜでしょうか。ちょっとおしゃれだからよ。さて、いよいよ地図49枚目に入ってしまいました。地図の全貌からは南西地方に属します。今回の遠征では10枚目になるわね。ちなみに、今の鉄の保有数で作れる地図は、あと3枚です。また暗算し間違えたの？いえ、エンダーチェストを破壊した時点では、ボドゾル回収する枠を考えて、南3枚の探索を断念していたんです。でももう余計なことを考えず、メガタイガに挑む覚悟を決めています。ボドゾルなんて後から取りに来ればいいだけです。そしてタイガに惑わされながらも強い意志で突き進み、
吸い込まれそうな水流を横目に海に出て、そして、この遠征開始時点で予感がありました。ただここまで長引くとは思いませんでしたが、これでようやくメガ隊が探しに没頭できそうです。ついにやり遂げたのね、伏線回収を。ひょっとしてメガタイガの生成率って、メサとほぼ変わらなくなっていたりしないでしょうか。というわけで、色々あったので今回はここまでとなります。なおプレイの方はこの後50枚目の探索を終わらせたところまで進めています。そこまで今回の動画に入れなかったということは、まあそういうことよね。では、次回もメガタイガを目指し、頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。